今日はカルピスつぶつぶみかんゼリーを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、カルピスつぶつぶみかんゼリーを作っていきたいと思います。作り方はもう混ぜて冷やすだけなのですごく簡単です。ただですね、今回は食べた時にシュワッとなるように炭酸水を入れたゼリーに仕上げていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。カルピスの原液、炭酸水、みかんの缶詰、粉ゼラチン、お湯。今回はこちらの材料で作っていきます。まずカルピスなんですが、こちらは必ず原液のカルピスを使うようにしてください。そして炭酸水ですね。こちらは無糖の炭酸水を使っていきます。みかんの缶詰ですね。こちら1缶使っていきますが、みかんの塊だけで 240g 分使っていきます。だいたいこちらのね、みかんの量は目安にしていただけたらと思います。あとは粉ゼラチンと、そして粉ゼラチンを溶かすのにお湯を使用していきます。こちらお水ではなくて必ずお湯を使うようにしてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにこのみかんの缶詰の汁だけを取り除きます。そしてみかんの塊をボウルに入れてください。ボウルに入れたら泡立て器などを使ってみかんをね、潰していきます。ある程度ね、つぶつぶが残るように潰していきましょう。はい、これで OK です。このぐらいを目安に潰してみてください。ちょっとね、みかんの果汁が出るぐらいですね。そのぐらいまで潰しましょう。それでは続いて粉ゼラチンをお湯で溶かしていきます。ここにお湯を入れます。そしてよく混ぜてゼラチンをしっかり溶かしてください。ここでね、ゼラチンがきちんと溶けていないとゼラチンのつぶつぶがね、できてしまいますので、必ず透明になるまでね、しっかり溶かしてください。はい、 OK です。このように透明感が出てゼラチンのつぶつぶが見えなくなるまでしっかり混ぜてください。ゼラチンの準備はこれで OK です。それでは続いてカルピスの原液と、あとはこちら溶かしたゼラチンを合わせていきます。注意していただきたいのが、カルピスの原液、こちらは必ず常温の状態のものを使用するようにしてください。冷たいものにね、この溶かしたゼラチンを入れてしまうとつぶつぶができてしまいますので注意してください。こちら常温の状態のものなんですが、一度軽く電子レンジで温めます。そうすることでつぶつぶができてしまうのを防ぐことができます。こちらを電子レンジ 600W で20秒加熱してください。はい、20秒加熱しました。今人肌程度になっている状態です。そしたらここにゼラチンを入れましょう。そしてこちらをよく混ぜます。はい、 OK です。カルピスとゼラチンはこのように合わせてください。そうしましたら続いてこのみかんとカルピスを合わせていきます。みかんの中にカルピスを入れましょう。こちらのみかんもね、必ず常温の状態のものを使用するようにしてください。そして一度よく混ぜましょう。よく混ざったらこちら最後に炭酸水ですね。炭酸をね、最初から入れてると混ぜてる時にね、炭酸がかなり抜けてしまいますので、一番最後に入れるようにしてください。こちらもね、先ほども言ったんですが、同様に冷たいものをね、使ってしまうと入れた時にゼラチンのつぶつぶができてしまう時があります。なので必ず常温の状態のものを使用するようにしてください。そしたらこの中に入れましょう。そして優しく混ぜましょう。あんまり思いっきり混ぜすぎるとね、炭酸が消えてしまうので注意してください。はい、 OK です。できればね、炭酸は強炭酸をね、使っていただくといいかなと思います。すっごくね、もうベロが痛くなるぐらいシュワシュワっとするわけではないので、ちょっとね、シュワっとするぐらいの仕上がりになります。ただそのシュワっとした感じが苦手な場合は、こちらはお水で代用していただいて OK です。そしたら容器の中に入れていきます。今回は 150ml のプリンカップを使用していきます。ではね、この中にそっとみかんゼリーを入れてください。はい、 OK です。今回は 150ml の容器で4個分になります。こちらは目安にしてみてください。そしたらこちらをバットにのせます。
バットにのせたら上にラップをして、この時ゼリーにねラップがつかないように注意してください。そしてこのまま冷蔵庫で3時間ほど冷やし固めます。はい、冷やし固まりました。ラップを外します。今ちょうど3時間ぐらい経った状態です。このようにしっかり冷やし固まってとてもプルプルで美味しそうに仕上がりました。この冷やし固まる時間はですね、冷蔵庫の環境によって変わる場合がありますので、様子を見ながらね調整してください。これで完成です。はい、これでカルピスつぶつぶみかんゼリーの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにみかんのつぶつぶがたっぷり入って美味しそうに仕上がってます。では作ってみたいと思います。はい、このようにゼリーはプルプルでつぶつぶがたっぷり入って美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ちょっとね上の部分にみかんが溜まってますが、まず上の部分いただきます。みかんがたっぷりです。すごく美味しいです。このつぶつぶ感が最高ですね。下の方もねいただきたいと思います。いただきます。美味しい。この炭酸のシュワッとした感じがすごく美味しいです。そして全体的にすごくさっぱりしてます。炭酸がいいですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のカルピスつぶつぶみかんゼリーのポイントです。まずカルピスなんですが、こちらは必ず原液のカルピスを使うようにしてください。そしてカルピスと炭酸水に関しましては、こちらは必ず常温の状態のものを使用するようにしてください。冷たいものを使ってしまうとゼラチンと合わせた時にゼラチンのつぶつぶができてしまう時がありますので、必ず常温のものを用意するようにしてください。そしてみかんに関しましては、汁を切ってその後ですね泡立て器などを使って果汁が少し出てくるぐらいまで潰してください。あんまり潰しすぎるとねつぶつぶ感が軽減してしまいますので、潰しすぎには注意していただけたらと思います。あとはね果汁がたくさん出すぎてしまうとゼリーが固まりにくくなりますので、注意していただけたらと思います。今回の動画のようなね潰し具合を目安にしてみてください。そしてゼラチンに関しましては、こちらは必ずお湯で溶かすようにしてください。この時もですねゼラチン全体が透明になって、かつつぶつぶがなくなるまでしっかり混ぜてください。もしつぶつぶが残ってしまった時はほんの少しだけね電子レンジで加熱してみてください。ただここでね加熱しすぎると固まらない原因にもなりますので、電子レンジの加熱のしすぎには注意していただけたらと思います。そしてその後ですねカルピスと合わせるんですが、カルピスはですね一度軽く温めて、そしてゼラチンと合わせるようにしてください。そうすることで綺麗に混ざり合います。そしてその後みかんと合わせて最後に炭酸水を加えてください。炭酸水に関しましてはカルピスと一緒に入れてしまうと炭酸が抜けてしまいますので、必ず一番最後に入れて、そして優しくかき混ぜてください。この時も混ぜすぎると炭酸が抜けてしまいますので注意していただけたらと思います。あとは容器の中に入れて冷蔵庫で3時間ぐらいですね冷やし固めてください。ただこのね固める時間は冷蔵庫の環境によってちょっと変わる場合がありますので、しっかりねゼリーが固まるまで冷蔵庫で冷やしてください。今回はですね 150ml のプリンカップ4個分になります。こちらは目安にしてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はカルピスつぶつぶみかんゼリーを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。